はい、どうも、田んぼです。今回はロスをなくし TNT 消費を抑えた毎時9万マルシ製造機を作っていきたいと思います。特徴1、空中で TNT を爆発させて破壊範囲を広げ、TNT の爆発やマグマに触れて丸石が消えないように設計。TNT 一つで丸石が約113個入手できるので、貴重な TNT を節約できます。特徴2、誤操作、誤作動により装置が壊れないように設計。TNT の爆破範囲に重要な回路を極力置かないことで安全性を高めています。特徴3、丸石の回収、TNT の補充、オンオフスイッチを1箇所に集約。上り下りや移動を少なくし、長く愛用してもらえるよう使い勝手にもこだわってます。TNT の回収率が 100% になってからたくさんのリクエストをいただきありがとうございました。それでは本日もレッツポンポン。今回使った材料はこちら。ブラックストーンは戦略岩、暗算岩、花崗岩、丸石などの爆破耐性6以上のブロックであれば何でも OK。 滑らかな石は目印ブロック用なので他のブロックで OK。 下にあるのは装飾に使った材料です。ここはお好みのもので大丈夫です。装置のサイズは横15、奥行き18、高さ 24.5 です。では作成していきましょう。まずは装置に異常が出ないようにチャンク内に回路を収めるのでチャンクの特定をします。 X 座標と Z 座標が16で割り切れる場所を探して地面を石レンガに置き換えて模様が T の文字になるように方角を変えます。この時の状態が 16×16 のチャンクの左上の角にいる状態なので、ここから234 15、16、次は右へ234 15、16とこのように地面に目印ブロックを入れます。あとはこれを基準に四角くしていってください。次は装置の正面を決めます。どの方角でも大丈夫なので、決めたら正面がわかるように目印ブロックを置いておきましょう。これで事前準備は完了。次は丸石運搬層を作っていきましょう。次は 13×13 の丸石運搬層の床部分を太化ブロックとガラスでこのように作成します。まずはチャンクの角から1つ右のこの位置から仮ブロックを1、2、3個置いたら、その上に不等化ブロックを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。次はここから奥へ2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。このように置けたら、これを基準に四角くしていきます。次はこのように1マスずつ内側へくるくる回りながら置いていきます。中央に 5×5 の穴が開いた状態まで置けたら、ここにはガラスを置いていって下から上の様子が見えるようにしておきましょう。次は太化ブロックガラスを使ってこのように高さ3の壁を作ります。太化ブロックを置き始めるのは床の端から斜め上のここからですね。こんな感じで床を囲むようにダーッと置いていってください。次は今置いた太化ブロックの上にガラスを2段で置いていきましょう。これで丸石運搬層はほぼ完成。次は丸石を作る機構の作成に進みます。次は足場ブロック、仮ブロックを使って丸石運搬層の11マス上に作業場所を作成します。まずは丸石運搬層の中央のこの位置から足場ブロックを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。このように置けたら周囲2マス拡張していきます。次はさらに周囲を仮ブロックで2マス広げていきましょう。次は仮ブロックをこのように設置します。まずは中央の足場ブロックからまっすぐ進んだ床の端の位置からポンポンポンとこの形で置きます。できたら他の方向も同じ要領で設定していってください。次はブラックストーンの階段、ブラックストーンをこのように幅5マスで設置します。階段を置くときは向きに注意してください。置き始める位置は先ほど置いた仮ブロックの上のこの位置からブラックストーンの階段を中央を向きながらまずは1つ、あとは両端に2つずつ設置して幅5マスにしたら、こちらにはブラックストーンを1、2、3、4個と置いてください。1つ目はこんな感じ。あとは各方向同じ要領で同じものを設置していってください。次はブラックストーンでこのようにそれぞれをつなぎます。まずは左奥からこちら側に2箇所、こちら側にも2箇所、あとはこの位置に設置します。このような形で置けていれば OK。 あとは残りの箇所も同じ要領で置いていってください。次はこのように階段に水を入れていきます。流し方は階段に向けてこんな感じで流します。あとは同じ要領で各方向の階段に水を入れていきましょう。次はブラックストーンでこのように1マス高くします。今置いているブラックストーンやブラックストーンの階段の上全部にこのようにブラックストーンを置いていってください。次はこのように下向きのピストンを設置します。まずはピストンを置きやすくするために仮ブロックをこことこことこことここに設置。置けたら下から見上げながら仮ブロックの側面に下向きのピストンを設置していってください。置けたら仮ブロックは撤去して OK です。
次はピストンをこのようにブラックストーンの側面に下向きで設置します。置く位置は先ほど置いたピストンの斜め下のこのブラックストーンの側面に下から見上げながら下向きに設置していきます。こんな感じですね。これを各方向設置していきましょう。次はこのように角の4箇所を1マス掘り下げます。掘る位置はこの角のピストンの斜め下のこことここ、あとは同じ要領で他の箇所も掘っていってください。次はこのように4箇所ブラックストーンの階段を置いて水を流します。階段を置く時の向きに注意してください。まずはこの位置からこの向きでブラックストーンの階段を設置。置けたら水を入れます。次はこちら、この向きで階段を置いて水をダバー。次は奥に進んで向きを変えたらこの位置に階段を置いて水をダバー。次はこちら、この向きで階段を置いて水をドバー。はい、 OK。 次は黒曜石をこのように設置します。まずはこの位置の仮ブロックはこのように4箇所撤去していって、次は仮ブロックをこことこことこことここに設置。こんな感じですね。あとは仮ブロックの上を通る形で黒曜石を置いていって、このように四角く設置してください。次はさらに黒曜石をこのように追加します。まずは先ほど置いた黒曜石の上に仮ブロックを置いて、仮ブロックの側面からこのように四角く置いていってください。置けたら仮ブロックは撤去しておきましょう。次はマグマを黒曜石の上と角4箇所にこのように流します。まずは足場ブロックをここから1、2、3と伸ばして上に登ったら、次はマグマを角の4箇所の穴にこんな感じで入れていきます。一旦こんな感じ。次は中央の黒曜石の上にも流していきます。流す位置はピストンの斜め下のこの位置ですね。こんな感じで四角く置いた黒曜石の上全部にマグマを流していってください。次は作業用に作っていた足場ブロックと仮ブロックを撤去します。まずは中央の足場を壊しながら少し降りたら仮ブロックをこんな感じで撤去していきましょう。仮ブロックが撤去できたら足場ブロックを再度積み上げて上に登ってください。次はダストをピストンの上に設置し、信号を流して丸石を最大数作成します。まずはダストをピストンの上すべてに置いていきましょう。ダストが置けたらダストの横にボタンを置いて少し間隔を空けながら連続で押していきます。するとこのように生成された丸石が下に伸びていくので、ピストンが押せなくなるまで伸ばしていってください。できたらボタンは撤去して中央の足場を使って下へ降りて一部丸石を壊して外に出てください。次は丸石を下から4マス撤去し、黒曜石をこのように設置します。まずは一番下の丸石を1、2、3、4と壊したら他も同じ位置まで撤去していきます。できたら丸石の下に黒曜石をこんな感じで置いていってください。これで丸石を作る機構は完成。次は TNT 落下機構を作っていきましょう。ではまずは足場ブロックを3段高くして不等価ブロックをこのように設置します。まずはこの位置の足場ブロックを1、2、3段高くしたら、不等価ブロックを一番上の足場の奥と右と左に置いて、あとは1、2、3、4、5、6、7とこのように置いてください。次は不等価ブロックで3段の壁をこのように作ります。ここから1、2、3個、あとはこんな感じで高くしていってください。次はボタンを置いて水を流します。ボタンを置く位置はこの位置。置けたらこちらから水を流してください。次はディスペンサー不等価ブロック、ボタン、水バケツ、ハーフブロックをこのように設置します。まずは先ほど置いたボタンの上に上向きのディスペンサーを設置。吐き出し口が上にあるのを確認しておきましょう。次はディスペンサーの側面に不等価ブロック。次にこの位置にボタンを置いたらディスペンサーの上から水を流します。ここまでできたら TNT が浮かばないようにこの位置に下付けハーフブロックを設置しておいてください。では視点を変更して続けます。次は不等価ブロックで回路の置き場をこのように作ります。不等価ブロックを置き始める位置は下から2マス目のここからですね。まずは123、123、123とこのように置いたら、ここから12と追加してください。次は追加で2箇所不等価ブロックを置きます。置く位置はこの位置とこの位置です。次は回路です。コンパレーター、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、向きに注意してください。まずはこの向きでこの位置からポンポンと置いたら、次はこの位置にこの向きで設置。
あとはダストをこことこことここに設置してください。次はトーチ、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずは太化ブロックの側面にトーチ、あとはこの位置にこの向きでリピーターを設置すると、このように遅めのクロック回路になるので合わせて確認しておいてください。これで TNT 落下機構は完成。中央の足場を撤去しながら下へ降りていき、次は丸石運搬層を仕上げていきましょう。まずは装置正面を確認し、床部分に太化ブロックを4マス幅の L 字で置いて高くします。まずは装置正面側にいる状態になっているか確認。 OK ですね。では太化ブロックを左奥から1、2、3、4と置いて、あとは手前に伸ばしていきましょう。一旦こんな感じですね。次はこの位置から1、2、3、4と置いて伸ばしていきます。次はこのように水を3箇所流します。まずはこの位置にダバー、次はこの位置にドバー、最後はこの位置にジャバー。こんな感じの水流になっていれば OK です。次はさらにこのように水を流していきます。水を流す位置はこの位置です。まずは左奥の角からこんな感じで流していき、端まで流します。一旦こんな感じですね。次はこの水が流れていない箇所から流していって端まで流してください。これで丸石運搬層の仕上げは完了です。では視点を変えて、次は丸石の回収機構と TNT 投入口を作っていきましょう。エンドポータルが壊れてた。はい。まずは丸石が落ちる穴を開けて、不透過ブロックでスイルの一部をこのように作ります。まずはこの位置の不透過ブロックを撤去して丸石が落ちる穴を作ったら、その穴の真下に不透過ブロックを2段で設置、あとは隣にポン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 と置いたら、今度は反対側のこちらに回って3段でこのように置いていってください。次はラージテストを5個このように並べます。置き始める位置はここから、このようにラージテストを5個並べていってください。次はラージテストの上に下向きホッパーをこのように設置します。しゃがみながらホッパーの上にこんな感じで置いていってください。次は砥石6個をこのように設置します。置く位置はここからですね。しゃがみながら1、2、3、4、5、6とこのように置いてください。次はボタンをこのように置いて水の流れを作ります。まずは左端のホッパーの斜め上のこの位置から1、2、3、4、5とこのように置いて、最後にこの位置にも置いてください。次はドロッパー、ホッパー、樽、不透過ブロックを使って TNT の投入口を作ります。ドロッパーの向きはこちらです。まずはこちらに回ってこの位置にドロッパーをポン。顔の向きはこちらですね。次にドロッパーの背面に横向きホッパー、向きを確認します。次はホッパーの上に樽を置いて、樽の上には不透過ブロックを置いてください。次は不透過ブロックとレッドストーンランプをこのように設置します。不透過ブロックはこのドロッパーから1マス開けたここから1、2、3、4とこの形で置いて、この位置にレッドストーンランプをポン置けたら、この位置の不透過ブロックは撤去してください。次は回路です。リピーター、ダスト、トーチをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでリピーターを設置、向きはこちらですね。次はダストをこの位置に設置。トーチはこの不透過ブロックの側面とこの不透過ブロックの上にも置いてください。置き終えるとこのようにクロック回路になるので、合わせて確認しておいてください。次は水をこのように流します。流すのはこの位置、ビシャーっと流してこのような水流ができていれば OK です。これで丸石の回収機構と TNT 投入口は OK。 では視点を変更して TNT 運搬経路と装置のオンオフ回路を作っていきます。まずはドロッパーの前から高さ23の水流エレベーターを作ります。では現在の Y 座標を確認。 Y-60 ですね。ここから23マス上の Y-37 までガラスの筒を作っていきます。ドロッパーの前から上に TNT が上がるようにするので、ガラスはこんな感じで置いていって積み上げていきましょう。はい、Y-37 まで積み上げました。次はコンボを使ってガラスの筒の中を水源で満たしていきます。まずは一番上から水を流して下まで水が流れたら潜って降りていきます。下まで降りたら昆布を下からどんどん置いて伸ばしていって水源化させていきましょう。一番上まで置けたら昆布を撤去しながら再度降りていき、一番下まで到着したら足元のブロックをソウルサンドに変更してください。はい、これで水流エレベーターは完成。次は不透過ブロック、トーチを使って下からの信号を伸ばしていきます。置き始めるのはこのトーチの上から、こんな感じで不透過ブロックとトーチを交互に置きながら登っていきましょう。この位置まで置ければ OK です。
次はガラス、ダスト、リピーターを使って丸石を作る機構に回路をつなぎます。ガラスはここから1、2個置いて、あとはここからダストを1、2、3と置いたら、リピーターをこの位置にこの向きで設置してください。設置後は全てのピストンに信号が伝わっているかも合わせて確認しておきましょう。次は TNT の装置側にもつないでいきます。太化ブロック、リピーター、トーチ、ダストをこのように設置します。このリピーターは遅延マックスにする点に注意です。まずはこの位置の不等化ブロックの側面からブロックを置いていって、このようにつなげたら、トーチの横にリピーター、このリピーターは遅延マックスにします。次はリピーターの先に不等化ブロック、不等化ブロックの側面にトーチをつけて、あとはここにダストを置いてつなぎましょう。次はホッパー、不等化ブロック、ガラスを使って TNT の経路をこのように作ります。まずはこの TNT 機構のこの位置を壊してディスペンサーが見える状態にしたら、横向きホッパーを1、2個このように設置します。次は水流エレベーター側は不等化ブロックでこのように1段高くして、この位置のガラスを伸ばしていってホッパーの横までつなぎ、あとはここからここまで、こちら側もここからここまで置いてください。次は水を流して TNT が飛び出さないようにハーフブロックを設置します。水はこの位置から旗場、あとはこの位置にハーフブロックを置いておきましょう。ではレバーを取り付けて動作チェックをしましょう。レバーはこの位置の不等化ブロックの側面にポン。レバーを操作してレッドストーンランプが消えたらオフの状態ですね。この時は丸石を作る機構と TNT 側の回路も止まった状態になります。次はレバーを操作してレッドストーンランプがついた状態にして確認します。丸石を作る機構の回路と TNT 側の回路が動いている状態になっていれば OK ですね。では実際に樽の中に TNT を入れて稼働してみましょう。装置を稼働すると TNT が上に送られていき、丸石が破壊されていきます。流れてきたアイテムが2倍の速度でチェストに格納されていくのも確認しておきましょう。このように動いていれば OK です。では装飾をしていきます。まずはこの辺りの回路を隠していきますね。背面側も同じように隠していきます。水流エレベーターも少し見た目を良くしておきました。待機場所は暗くなるので適度に光源を設置しておきます。ここも夜間モンスターが湧かないように葉っぱを置いて湧き潰しをしておきます。ここは額縁を貼って中身が分かるようにしておきました。あとは最初につけたチャンクの目印も撤去しておきます。今回はこんな感じです。皆さんもいろんな装飾をして楽しんでみてくださいね。今回の装置は毎時9万個の丸石を作れますが、格納できる量は約2万個にしてありますので、ここからは放置する方向けに満タンになったら自動停止する仕組みや格納量を増やす方法について解説していきます。では視点を変更して、まずは自動停止の仕組みを組み込んでいきましょう。まずは背面の装飾をこのように一部壊します。壊す位置はここ4箇所とここ4箇所ですね。次は不等化ブロック、ガラス、コンパレーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこの位置のガラスを不等化ブロックに置き換えて、ここは壊してこの位置に不等化ブロックを追加。次はこの位置にこの向きでコンパレーターを設置してください。次は自動作業台コンパレーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこの位置に自動作業台をポン。コンパレーターはこの位置にこの向きで設置します。次は自動作業台を開いてスロットを8個無効化しておいてください。では視点を変更して続けます。次は不等化ブロック、リピーター、ダストをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置の不等化ブロックは撤去し、この位置とこの位置に不等化ブロックを設置。次はこの位置にこの向きでリピーターを設置したら、この位置からダストを1、2、3、4と置いてください。これで自動停止する仕組みは完成。これでこのチェストが満タンに近づくと自動で装置が停止してくれます。ではあとは回路を隠していきましょう。次は格納量を増やす方法です。やり方は現在のチェストの下にチェストとホッパーをこのように追加する感じになりますね。
まずはこんな感じで掘っていってスペースを作ったらチェストを設置していって、チェストが置けたらその上に下向きホッパーをこんな感じで置いていってください。これで格納量は倍になり約4万個まで貯められるようになります。必要に応じて追加していってくださいね。はい、今回はロスをなくし TNT 消費を抑えた毎時9万マルシ製造機を紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。またメンバーシップもやってますので興味のある方はチャンネルを覗いてみてくださいね。田んぼでした。ではまた。